はいどうも、ぐちおのノマド旅チャンネルへようこそということで、今旭川駅にいるんですが、今日はこれからですね、旭川駅徒歩すぐのワイズホテルというホテルに泊まります。そんなわけで、そのワイズホテルがどんな感じかってところをね、紹介していきますので、ぜひ宿泊の参考にしてもらえればと思います。それでは早速ね、ホテルへ向かいます。ワイズホテルは旭川駅北口からすぐのこちらの建物になります。駅もバス停も近いんで本当に素晴らしい立地です。こちらがワイズホテルの入り口。チェックインは3階となってます。5階です。5th floor。今回はこちらの501号室に宿泊します。お部屋はこのようになってます。一人で泊まるんですが、ベッドはなかなか広いです。セミダブルぐらいはあるかな。こちらにはハンガーとスリッパ、ドライヤーと湯沸かし器はこちらにあります。テレビはパナソニック製、冷蔵庫もあります。部屋着はこれかな。こちらが部屋着ですね。インスタントのコーヒーもあります。トイレはウォシュレット付き、タオル、そして広からず小さすぎからずというようなサイズ感です。ただ12階には大浴場もついています。ネットのスピードも申し分ないです。501の部屋からは旭川駅前のロータリーが見えます。駅すぐそばなのがわかります。こちらから列車見えますね。あちら奥に特急列車が止まってます。イオンモールも歩いて行けますし、あと1階には薬局もあるんで、買い物には基本的には困らないです。あとは旭山動物園に行く際もあちらのバス停から出発なんで、すごく便利ですね。いや、ほんと旭川で一番の立地なんじゃないでしょうか。駅に近いってのは便利な反面、列車がうるさいっていうデメリットもあります。特に旭川はね、ディーゼルカーが結構頻繁にやってくるんで、エンジン音がね、うるさかったりします。ちょうどあちらに列車が来ました。騒音が気になる方はあんまりお勧めできないかもしれません。あとはこの部屋自体がね、駅に近いんで、余計にうるさく感じるのかもしれません。12階の大浴場にやってきました。一風呂浴びます。というわけで大浴場から上がりました。いやー気持ちよかった。それで今日はね、晩酌にこちらの生ジョッキ缶 350ml をいただきたいと思います。実はこれホテルからもらったやつで、連泊のお客さんに対しては清掃なしをね選ぶと、このようにビールかあとは特茶のどちらかをね、フロントで差し上げるという、エコプラン的なキャンペーンをね、やっております。それでもらったやつですね。缶ビールなのにジョッキの感覚で味わえるものとなってます。今日はこの辺で寝ます。おやすみなさい。ドライブから帰る途中、上川町に寄ってます。この町はラーメン日本一の町として知られているので、ラーメンお昼に食べます。今回清食堂さんお邪魔します。ドライブを終えてホテルに戻りました。最近はガソリンやっぱ高いですね。しょうがないですけど、ただ北海道のドライブはめちゃくちゃ楽しかったです。ちょっとね、朝早かったんで今日はしばらく仮眠取りましょうか。3時間ほど仮眠取ってちょっとだけ仕事してました。今日はこの辺で大浴場入りに行きたいと思います。大浴場にはサウナもあるんでね、今日はサウナの方も楽しみたいと思います。
さっきオンラインミーティングあってちょっとだけ仕事をしてました。今の気温9度だそうです。まあ着込んでればあったかいかな。今日はセブンで購入しました。ホテルの近くにあります。札幌クラシックのフラノヴィンテージと、あとまあサウナ後で酒も飲むんでちょっとまあミネラル補給ということで、あとなんか無償にジャガポックル的なのを食いたくなったんでこちらを買いました。まあジャガポックルはなかったんですけど、まあこれなら近いんじゃないでしょうか。あとまあ酒のつまみ、ネギ塩鶏レバー、はい、いただいてます。めっちゃジャガポックルじゃん。サウナ晩酌楽しんだんでこの辺で寝ます。おやすみなさい。というわけでワイズホテルチェックアウトしました。駅から徒歩1分以内で近いですし、大浴場もサウナもあって本当に快適な滞在ができたと思います。朝食はね今回は食べなかったですけどビュッフェもついてるんでぜひね検討してみてください。まあネットも早くてワーケーションの利用にも良かったです。こちらではレンタサイクルも借りれますね。あとバスターミナルも実は同じビルの中にあって、こちらには札幌行きの高速バスも停車してます。旭山動物園行きのバスはそこが、場所になりますね。車でお越しの方はあちらの奥にタイムズの駐車場があって、そちらで最大1200円で利用できます。まあというわけで総括はこんな感じといったところで、旭川に来た時にはおすすめのホテルの一つになるんじゃないかなと思いますので、ぜひね宿泊していただければと思います。というわけで今回の動画は以上になります。この動画がねいいなと思った方はグッドボタンをよろしくお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。